タイプなんですよ。いや、それにしても、これはおかしいだろうと思って、ひどすぎるだろうと思って、ちょっと分析というか調べたので、その話をしようかなと思います。昨日の台風はなんかスーパー台風っていう風に天気予報で予報でしたみたいで、今年最強だったらしいですね。それぐらい強い台風だったみたいです。まあ、それだけ強い台風なら、まあ、体調に影響あるのはまあ、わかるんですけど、それ以外にも結構要素があるんじゃないかと思ってて、15日、明日かな、明日が新月なんですよね。新月っていうのは、大潮ですね。潮の満ち引きが大きくなる。大潮だから、海面が上がるんですよね。その月と太陽の、引力で海面の水が上がるわけですよ。その新月だから、一番遠くから言うと、太陽、月、地球の並びになって、太陽と月の引力で、より、満月と新月あるじゃないですか。満月の時より、その引力が強いので、海面も満月の時より新月の方が、ちょっと上がるらしいです。それがまず一つ。その潮汐でも、大気潮汐とか言って、まず影響あるらしいです。で、まあ置いといて、潮汐。で、あと、高気圧で天気良かったでしょ。高気圧は、下降気流で、下に圧力があるわけですよ。で、大潮と高気圧。まあ、高気圧頭痛とかもあるらしいし、高気圧で気圧が上昇するときに、あの、調子が悪くなる人もいます。自分もそのタイプですね、多分。で、大気潮汐っていうのもあるんだけど、これは潮汐と一緒かな。ちょっとごめんなさいね。事前の調査が甘くて。大気潮汐も、普通の潮の満ち引きと同じで、まあ、1日に2回ぐらい変化が周期的にあるんだって。まあ一緒か、大体。潮汐と、だから3つか。スーパー台風と、新月の潮汐と高気圧。まとめるとですね、その台風からは、微気圧変動って言って、あのー天気とかで何キロヘクトパスカルとか変化があるじゃないですか。それより測れないぐらい、その微弱な気圧の変動がなんか台風から出てるらしいんですよ。それが、その耳に、内耳に伝わって、体調変化が起きちゃうらしいんですね。内耳が弱い人は。その微気圧変動と、高気圧と、その、潮が上がってくるでしょ。だから、下からと上から圧力がかかってるわけ。いつもより過剰に。新月の大潮と移動性高気圧の、だから大きい高気圧が下に圧力をかける。下降流でかける。その上からと下からで、まずその調子悪くなるわけじゃん。
それプラス、微気圧変動でしょ。そりゃ、ね、体調悪くなるよね。昨日体調悪かった人結構いると思う。気圧変動も弱いし、体調の、違う。新月の大潮。ね、調べて思ったの、この大潮、潮の潮汐潮の満ち引きも体調に影響するから気をつけないとなと思って。なんかスピリチュアル界隈とかでさ、月の満ち欠けがなんか体に影響しますよとか聞いたことあったけど、なんか非科学的だなとか思って信じてなかったけど、いや、影響あるね。潮の満ち引きだと思えば、確かに。いやー、昨日はひどかった、本当に。朝から、朝からっていうか、昨日の夜中ぐらいからもう頭痛くなり始めてて、で、朝になったらもう起き上がれないぐらい頭痛くて、痛すぎてもう、頭が痛いっていう感覚でもなかった。なんか、体中、なんかドクドクしてるっていうか、なんていうのわかんないよ。気持ち悪かったし、何も食えなかったし、なんか微熱も出てたし、熱が出てたから、なんかコロナとかインフルエンザになったのかなって疑ったんだけど、咳とかはなかったし、微熱だったから違うなと思って、一日やり過ごしてたんだけど、いやー、参った。参った参った。朝何も食えなかったから、まあ、薬だけ飲もうと思って、ちょうど漢方の五苓散五苓散があれに効くんだよね。気圧変動っていうか、気象病に。でも直前に飲んでも効かないね、五苓散って。即効性はあるらしいんだけど、いやー、どうなんだろう、効かないような気がした。五苓散。あと、あんまり薬の併用って良くないらしいんだけども、どうにもなんなくてね、五苓散とあと、ヒスタミン、ヒスタミンの薬なんて言うんだっけ。ちょっと待ってね。レスタミンか。レスタミンコアってやつがうちにあって、それも飲んだんだけど、全然効かなかった。ちょっと眠くなったぐらいだった。レスタミン。で、昼まで寝てっつってもう眠れないんだけど、一瞬、うとっとしたぐらいで、なんか食った方がいいかなと思って、アイス食べて、でもそれでも頭痛がひどいから、今度バファリン飲んだわけよ。で、バファリンやっと効いて、30分ぐらい効いて、そう、バファリン飲む前になんか食った方がいいと思ったから、ちょっと一口なんか詰め込んで、水で流し込みつつ、で、バファリン飲んで寝たら、まあ効いてきて、それからは、まあ寝られたかな。昼前、昼あたりが一番きつかったかな。その辺の時間帯があれだったのかな。満潮だったのかな。わかんないけど。でもマジきつかった。気象病、その天気痛とかあって、なんとかならないですかね。昨日はほんと一日潰れた。だから、一日で済んだのはいいけどさ、いやー、気象病、気圧弱い人いっぱいいると思うけど、どうしてんだろう。一日薬飲んで我慢するしかないのかな。いやーでも昨日はマジで
つかった。歯が浮いてる感じとかもあったし、破裂しそう、体の中から目ん玉飛び出したりとか、血液とか汁が飛び出しそうな勢いだった。いやー、皆さんもご自愛ください。春とか秋は天気よく変わるからね。まだ油断できない感じだけど。うん、昨日は台風と潮汐と高気圧でフルコンボって感じでした。うん。台風っていうのも久しぶりだったせいもあんのかな。久しぶりか。確かに。いや、でも昨日すごい天気良かったけど、あんなに憎たらしく感じた空はなかったね。天気いいとテンション高い人とかいるじゃんっていうか、そういう天気いいと機嫌いいのが普通なんだけどさ、結構そういう天気いい日に調子悪いっていうのが最近多いからな、なんか、最近っていうか、この天気痛意識し始めた頃から悲しいかなだよね、ほんと。天気痛弱い人って内耳が弱い。内耳の血行流れが悪いとか言うけどさ、どうしたら改善できんだろうね。天気の話で16分になっちゃったけど、これくらいにしときますか。こういう話したいことはスラスラでもないかもしんないけど、喋れるけど、もっと喋り上手い人っているじゃん。なんか、脳みそ返さないでさ、口からスラ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 、脊椎、よく脊椎反射で喋ってるんじゃねえかとか思うんだけど、ね、内容もないことスラ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 話せる人っているじゃん。いや、そういう人になりたいよね。ほんと憧れるわ。普段本当に全然喋んないから、口閉じて、脳内で黙読っていうかさ、ね、ナレーションベースみたいな感じなのがデフォなんですわ。私みたいな人は。多分、INFJ の人は共感してくれると思うけど、脳内喋りの人は本当にね、口の筋肉を、口とか声の運動機能を鍛えないと、やばいと思うよ。喋りが上手くなりたいから、ポッドキャストをやってるっていうのも目的にあるんだけどね。喋りが上手くなりたい。プラス面白い話ができるようにとか、まあそこまでは期待しないけど。でも話し家さんとかお笑い芸人の人とかって一日中喋ってる人もいるらしいじゃん。それくらいのレベルになんないと多分追いつかないんだろうね。まあね、難しいよ。今まで喋ってなかった人が喋るんだから。そういう芸の道の人だってね、何十年って芸を磨くわけでしょ。いや、絶対追いつかないってそんな。いやー、ポッドキャスト1、2、3、4回目かな。4回目の更新ですけど、多分自分しか聞いてないですね、これ。まだ。YouTube にも2本あげましたけど、なかなか難しいっすわ。独り言でした。気長にやりますよ。じゃ、そんなわけで、バイー。